動画をご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もありがとうございます。はい、のりです。2026年新年明けましておめでとうございます。本年ものりさんの一軸 Vlog の方をよろしくお願いいたします。2026年第1回目の動画はですね、今年いちじく畑10月までに利用する肥料の方が揃いましたので紹介をさせていただきます。じゃあ今からですね、最後のですね肥料がですね小峰さんの方にね届いたという連絡がありましたので、早速取りに行ってから紹介をさせていただきます。肥料紹介の前にまずは前提条件をお話ししておきます。私はイチジクの見取り農家となっております。栽培は北陸石川県の能登となっております。栽培面積は全部で3単半 35R となります。露地は 32R、 そしてハウスは 3R となります。今ほど取ってきましたのがこちらになります。私のチャンネルではですね、よく登場する、はい、こちら、有機化成肥料ですね。10、10、10。万能タイプですね。これを今回は3袋になります。こちらの、このピンク色の袋、これ今18袋ありますが、はい、こういうふうに反対になってますけども、有機2号645ということで、これは予約注文しないと店舗で置いてないものになるんですけども、こちらの方を18袋ですね。有機成分がですね、確か 70% 入っている肥料となります。利用目的の方は元肥として利用するために購入しております。これはね、毎年同じものですね。今のところこれがうちの中では定番の元肥となっております。残りの方はですね、JA さんの方に発注しておりますので、すでに自宅の方に届いておりますので、次はちょっと自宅に移動します。はい、こちらがですね、JA さんの方で購入した10月までにね、いちじく畑で使用する肥料となります。すいません、こちらに後ろに映っているのは違います。これは水筒ですね。田んぼ用の肥料になります。こちらの3つですね、3つの山。1つ目はこちらになりますね。S604、硝酸入りの複合肥料。NPK の配合率は16、10、14。これはとてもですね、即効性のある肥料で、追肥で使う肥料となります。次、こちらは流浄固形35プラス小粒タイプ。NPK の配合率は10、10、10となります。使用目的は追肥、そしてお礼肥になります。今年ですね、初めて買った、肥料と言いましょうか、これ堆肥ですね。毎年 JA さんの方で私は新ふりかけ堆肥エコという濃縮タイプの堆肥ですね、を買ってましたが、今年はですね、はい、このアズミンにしました。濃縮用の堆肥となります。腐食酸がですね、非常に多く入っているということで、なんとこれ2袋で約1トンの堆肥と同じぐらいになるというものになります。お値段はですね、新ふりかけ堆肥より正直言って高かったです。なんですが、購入した量は全部で6袋なんですよ。総合的な価格で言うとお安くなりました。ちなみにこちらは 15R の畑以外で利用する堆肥となります。当園で新ふりかけ堆肥を利用する場合は全部で11袋必要となります。通常通り購入いたしますと1袋2530円となりますので、かける11、27,830円となります。今回購入したアズビンの場合ですと、当園の場合は6袋となります。1袋あたり単価は4510円と新ふりかけ堆肥より2000円程度高くなりますが、購入数が約半分となります。4510円 ×6 袋となり27000飛んで60円となりました。差額が770円とそれほど下がってはいませんが、袋数が半分になりますので、施肥する工数が半分になりますので、工数も考慮するともっとお安くなったと思っております。
あずみんのことを少しだけ解説させていただきますと、あずみんには3つの特徴があります。まず1つ目、知力を高める、土壌改善効果が期待できます。腐食酸が豊富、腐食酸を約 50% 含み、肥料1トン相当の腐食酸を補給できます。暖流構造を促進、土壌を柔らかくし、保水性、通気性、排水性の良い暖流構造を作り出します。肥料成分、特にリン酸、石灰、黒などを土壌に保持し、流亡を防ぎます。2つ目、効比を高める。肥料成分の吸着促進、肥料成分と結合し、リン酸の固定化を防ぎ、作物への吸収を助けます。土壌中の石灰や黒、マグネシウムを浸透を分散させ、その効果を高めます。3つ目、根の活力を高める。根の成長点に働きかけ、細根を増やして根張りを良くします。健全な根が育つことで土壌からの養分、水分の吸収力が向上いたします。これらの効果により、あずみんは作物の育成を土台から支え、品質向上や収量増加の期待できる土壌改良資材です。果樹の場合の施肥量の目安は40キロから100キロ。今回は 15R 以外の畑、つまり 20R の畑でまきますので、80キロ、4袋必要となりますが、少しですね、多めに購入して6袋といたしました。15R で使う堆肥の方は、今年も地元のですね、牧場で販売しております牛糞もみ殻堆肥の方をですね、2トン購入する今お話を進めてますので、そちらを巻くことになります。そちらの方はね、巻く直前で配送されるので、まだ届いていないという状態になります。はい、それともう一つ、これは今年買ってませんけども、こちらもですね、昨年コメリさんから購入しているパワー液肥2号ですね。こちらもですね、消毒するときにですね、一緒に混ぜて利用する肥料というふうにしてます。20キロ入ってるので、去年1年間使いましたけど、まだ半分以上残ってるんで、今年もこちらを利用していきます。まず3月、畑の準備といたしまして、堆肥を施肥いたします。牛糞もみ殻堆肥、そして今回購入したあずみん。元肥といたしまして、有機配合ペレット2号、64号を施肥いたします。4月、芽出しの時期になります。追肥といたしまして、有機化成肥料、1010を施肥いたします。5月から7月、育成期の追肥となります。7月まではすべて S604、硝酸入りの複合肥料、高度肥料となります。そちらを施肥いたします。また、6月に入りますと消毒作業も開始いたしますので、その際には液肥、パワー液肥2号を混ぜて散布をいたします。5月から7月は固形の肥料、そして液肥とダブルの肥料を施肥することになります。9月から11月、9月は有機化成、10月、11月、こちらはどちらになるか分かりませんが、この時期にお礼越えといたしまして、固形30号プラスを施肥する予定としております。詳細はですね、施肥する際に都度動画を出しますので、その際に説明をさせていただきます。今年、いちじく畑で10月までに利用する肥料の方を紹介させていただきました。またですね、施肥するときにですね、詳しい紹介をさせていただきたいと思いますので、気になる方はですね、ぜひチャンネル登録、通知ボタンをオンにしていただいて、新しい動画を待っていただければ嬉しいです。はい、またですね、コミュニティ機能の方ですね、開放させていただいておりますので、皆さんの方からですね、情報をですね、発信するようなことができます。私のね、自慢のイチジクを見てくださいとか、こんな珍しい品種作ってるんですよという内容でもいいですし、実はこういうことで悩んでるんですよねっていうですね、非常にですね、簡単な悩みといいましょうか、栽培に関するお悩みでも結構ですので、投稿していただければ嬉しいです。詳しくはですね、こちらの方の動画で紹介させていただきますので、ぜひご覧になっていただいて、投稿していただければ嬉しいです。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。